こんにちは、あやはれです。今日はたくさんリクエストをいただいている私のキッチンを紹介します。私はダイエットを機に自炊するようになり、2年前から少しずつキッチンを使いやすく快適な空間になるように整え始めました。今ではキッチンが最も居心地のいい場所になり、今もリバウンドせずに体型キープできているのは、このキッチンに立つ時間が好きになったことも影響しているのかなと思っています。今日はリクエストの多かった順番に、カウンターテーブルとカウンターチェア、キッチンラックとラックにある家電製品を紹介します。今回紹介する商品はすべて概要欄に商品名と商品掲載ページの URL を記載しています。何か一つでも居心地のいいキッチン作りのヒントが見つかると嬉しいです。初めて動画を見てくださる方に簡単に自己紹介させてください。以前から動画を見てくださっている方は概要欄からスキップしてください。私は2020年4月にダイエットを決意し、運動せずに食事改善のみで2ヶ月で10キロの減量に成功しました。2年経った今も体重をキープしています。今日は私のキッチンの紹介だけになりますので、私が2ヶ月で10キロ痩せた方法はこちらの動画をご覧ください。天板と足を別々で購入し、自分で組み立てました。天板のサイズは幅160センチ、奥行き60センチ、厚さ3センチ。楽天市場で25,000円で購入しました。私が購入したショップではサイズ、木材、色を選んでオーダーできたので、私はゴム修正材という比較的お手軽価格で頑丈な木材を選び、この部屋の大きさやドアの位置などを考慮した結果、天板を選びました。予算に合うサイズと木材を探すのに本当に苦労しましたが、結果的に思い描いてた通りの広くて料理しやすい作業スペースができました。このテーブルが私の生活の一番中心になっていて、料理をしながら夫と話したり、ここで食事をしたり、たまに仕事をしたり、快適なキッチンスペースを作ることができました。一点だけ私が確認不足で失敗してしまった点があります。この天板の仕上げの塗装がブライワックスという水や熱にあまり強くないものが使われています。それを知らずに組み立ててすぐ水に濡れたコップや鍋を置いてしまい、翌日跡が残っていることに気づきました。もし私と同じようにキッチンテーブルとして購入を検討している方は、自分で耐熱耐水の塗装を施す必要がある点を踏まえて購入を検討してください。テーブルの足はフレキシスポットというメーカーの高さ調整を自由にできる手動昇降式の足を使っています。公式サイトで購入し 19,800 円でした。かなり重量のある頑丈な足で安定感があります。高さは71センチから最大121センチまで調整できます。天板の下にレバーがあるので、これをぐるぐる回して簡単に高さ調節ができます。私は天板の厚みを含めて約100センチの位置に調整していて、この高さだと163センチの私が肘を自然に落とした高さで作業することができます。テーブルを購入するにあたり一番悩んだのがテーブルの足で、90センチ以上の長さがあり、かつ頑丈な足が本当に見つからなくて、高さを妥協するか、予算を大幅に上げるか何度も悩みました。結果、予算はオーバーしてしまいましたが、高さは妥協せずにこの足を選んで良かったと思っています。今回私が購入したのは昇降式の足なのですが、昇降させる頻度はそんなに高くないので、自分の身長に合った理想的な高さの足があれば、昇降機能がなくても十分だと思っています。ただ昇降機能があったおかげで、生活し始めてから自分が居心地のいい高さを少しずつ調整しながら高さを決めれたのは良かったかなと思います。楽天市場で1脚4,980円で購入しました。カウンターチェアの機能性で私が求めるのは、昇降式で高さ調整ができること、フットレスト付きで安定した座り心地であること、そしてクッション性のある座面であること。
この3つを兼ね備えて、かつマットな質感のスチールと落ち着いた座面のデザインが気に入って購入しました。椅子の下のレバーを使って最初63センチから最大84センチまで調節できます。椅子の高さを上げるとフットレストの位置も上がってくるので、椅子を高く調整しても安定した座り心地です。同じ機能性で背もたれ付きのデザインもありましたが、我が家はあまり部屋が広くないので、すっきりコンパクトに収まる背もたれなしのデザインを選びました。私の場合、長時間この椅子に座るわけではなく、食事の時と少し仕事の休憩合間に座る程度なので、背もたれなしでも問題ないですが、長時間座る可能性がある場合は、背もたれありのデザインも検討した方がいいかなと思います。Amazon で9480円で購入しました。大きさは幅90センチ、奥行き45センチ、高さ160センチで、かなり高さのあるラックです。このラックに変えるまでは、アルミ製のラックに家電を置いていたのですが、家電の重さで中央あたりが歪んでしまっていました。このラックはスチール製のため、頑丈で今のところ歪みはありません。メッシュになっているので、ホコリが溜まりにくく、セイタのないオープンラックなので圧迫感がないのも気に入っています。ちなみに家電のコンセントは炊飯器裏に集約させて隠しています。デメリットを挙げるとすれば、メッシュなので上段で何かをこぼしてしまうと下段の家電が被害に遭ってしまいます。そこだけ気をつけて使うようにしています。ラックの一番上の段にはボウルとザル、サラダスピナー、オーブンレンジ用の角皿とカセットコンロを置いています。次はラックの家電を順番に紹介していきます。かなり高額な家電のため購入を決意するまで約1年悩みましたが、本当に買ってよかった家電の一つです。デロンギというメーカーのマグニフィカ S という商品で Amazon で59,800円で購入しました。使い方は簡単で、まずは豆を補充。起動すると自動洗浄が始まります。好きなメニューのボタンを押すと豆が引かれ、コーヒーが完成します。お手入れは赤いランプが光ったら、都度水の補充と加湿受けに溜まったゴミを捨てるだけです。朝コーヒーを入れると家中にコーヒーの香りが充満するので、朝からすごく幸せな気分になります。私も夫もコーヒーが大好きで、購入以前は毎朝コンビニにコーヒーを買いに行ってたのですが、夫婦ともに完全に在宅勤務になった今、毎朝コーヒーのためだけに外出するのは時間もお金も無駄にしているんじゃないかという話になり、思い切って全自動コーヒーマシンを購入することを決意しました。このコーヒーマシンのデメリットを挙げるとすれば、やはり本体が高額なことかなと思います。これまでかかっていた夫婦で1日200円のコーヒー代と本体代を比較して考えると、1年毎日使い続けてやっと本体代の元が取れる計算なので、最低でも先3年は使う覚悟で購入しました。あともう一つのデメリットは、もう美味しすぎてついつい飲みすぎてしまうことです。私はコーヒーを飲みすぎるとお腹を下してしまったり、睡眠の質が下がったりすることがあるので、1日3杯までと決めて飲んでいます。アイリスオーヤマの電気ケトルは Amazon で1480円で購入しました。電気ケトルに私が求めるのは素早くお湯が沸くことだけです。その点、このケトルは十分満足しています。使ってみて気づいて良かった点としては、コーヒーケトルの細くお湯が出る形状が料理をする上でもちょうど良かったです。ドバッと流れてくることがないので、お湯の量が調整しやすいです。あとはラックに置いた時の佇まいが素敵で、今のところ全く不満はないです。ただ、美味しいコーヒーを作るためにコーヒーケトルにしたのですが、全自動コーヒーマシンを購入してしまった今となっては、割高のコーヒーケトルではなく、普通の電気ケトルでも良かったかなと思っています。料理の手間を省き、料理の幅を広げてくれたのがこのハンドブレンダーです。Amazon で4680円で購入しました。
購入した当初の目的はプロテインスムージーを作るためだったのですが、ブレンダー機能だけではなくアタッチメントを変えればフードプロセッサーや泡立て器にもなる多機能なものを購入して、個人的には大正解でした。アタッチメントの付け替えもボタンを押して付け替えるだけなのでとても簡単です。ボタンを軽く押すだけでスムーズに回転します。私はこれを使ってスムージーを作ったり、鶏胸肉をミンチしたり、オートミールを粉砕したり、卵白でメレンゲを作ったりしています。回転スピードは細かく調整でき、ターボボタンを押すと最速で回転してくれます。私自身今回ハンドブレンダーを買ったのが初めてで、他の製品と比較したわけではないですが、我が家での使用頻度を考えるとお値段分の価値は十分あったと思っています。2点購入前に知っておいていただきたいことがあります。まず1つ目に、音はそれなりにうるさいと思います。私は夫が起床前には使わないようにしています。あともう1点は、コードが1メートルほどなので、コンセントの位置と使用する位置を確認してから購入することをお勧めします。夏は特に大活躍のソーダストリームも我が家の必須アイテムです。近所の家電量販店で15,000円ぐらいで購入しました。もともと甘い炭酸ジュースが大好きで、ダイエット以前はよく飲んでいましたが、ダイエットを始めてからまずやめたのが甘い炭酸ジュースでした。代わりに飲むようになったのがこのソーダストリームで作る自家製炭酸ジュースです。まずは専用のボトルに水を入れてソーダストリームに差し込みます。あとはボタンをプッシュするだけで炭酸が入るので、これで炭酸ソーダの完成です。最近私がよく作るのは、グラスにレモン果汁かリンゴ酢を大さじ1、蜂蜜を大さじ1入れてよく混ぜ合わせた後に炭酸を注いだら完成です。このソーダストリームの一番のお気に入りポイントとしては、プッシュする回数で自分の好きな炭酸の強さに調整できることです。私は強炭酸が大好きなので結構多めにプッシュして使っています。デメリットはほとんどないのですが、強いてあげるとすればガスシリンダーの交換が必要なことです。空になったガスシリンダーは自分では処分できないので、家電量販店などで新しいものを購入する際に空のガスシリンダーを持って行って交換してもらう必要があります。我が家では一番使用頻度の多い夏場でも 2,3 ヶ月に1回ぐらいの交換なので、大した手間ではないかなと思っています。パナソニックのビストロという電子レンジを使っています。まだ全く使いこなせていないので、サクッとだけ紹介させてください。オーブン機能、グリル機能、スチーム機能、レンジ機能がついていて、購入時についてきた専用のレシピ本を見る限り、ほぼ作れない料理はないんじゃないかというぐらい機能性の高いオーブンレンジです。購入した当初は食材を切ってレンジに入れるだけでおかずが完成するなんて便利なんだろうと思ったのですが、実際にレシピを見ながら作ってみると結構調理時間が長い料理が多く、今までおかずはガス台で作って味噌汁や冷凍ご飯の解凍をレンジに任せていた私の場合、オーブンレンジ待ちの列ができる状態になってしまい、まだちょっとうまく活用ができていません。このオーブンレンジに買い替えて良かった点としては、スタートボタン一つで自動的にちょうどいい温度に加熱してくれること、冷凍ご飯を解凍したり昨晩の残り物を温めて食べる場合もこのスタートボタンを押すだけです。あとはスチーム解凍機能を使うと、前日に冷凍庫からチルド室に移動し忘れたお肉やお魚を自然解凍に近い状態に解凍してくれるので、これもよく使っています。このオーブンレンジ自体は間違いなくいい商品なので、先5年ぐらいかけて仲良くなろうと思っています。炊飯器に私が求めるのは多機能さではなく、普通に美味しいご飯が炊けることだけなので、あまり迷うことなくこちらの商品を選びました。アイリスオーヤマの 5.5 合炊きの炊飯器を 6,640 円で購入しました。無洗米、白米、炊き込み、おかゆ、玄米などそれぞれメニューが用意されているので、私はいつも玄米を炊くときは玄米モード、もち麦を炊くときは白米モードを選択して炊いています。1年半以上使っていますが、特に不具合もなく使えています。2
1人で1つ1290円で購入しました。バスケットの中には保存容器を収納したり、細かい雑貨類を収納したりしています。以前に紹介した食器棚の下の収納にも同じバスケットを使っています。今まで何度か引っ越しをして置く場所やバスケットを収納するラックも変化しているのですが、なぜかどんな場所にも綺麗に収まるサイズ感で、古いものだともう3年以上愛用しています。頑丈で今のところ傷むこともなく使えています。たまに動画の隅に映ってるこちらのハンディクリーナーは Amazon で5940円で購入しました。私は本当にどんくさいので、よくコーヒー豆をこぼしてしまったり、調味料をこぼしてしまったりするのですが、そういう時にサクッと吸い取れるので本当に便利です。この浄水器は Amazon で3480円で購入しました。蛇口をひねり、浄水モードでお水を流すだけですぐに飲めるのでとっても便利です。私はダイエットを機にお水を1日2リットル飲むように意識しているので必須アイテムです。3ヶ月に1回カートリッジを交換する必要がありますが、交換も簡単なので手間がかからないのも嬉しいポイントです。こちらの吸水マットはニトリで799円で購入しました。以前は水切りかごを使っていたのですが、水切りかご本体の掃除が結構手間だったので吸水マットに変えました。吸水マットは定期的に洗濯機に入れて洗うだけなので非常に楽になりました。食器を拭く時に使っているのは手ぬぐいです。とにかく素晴らしいのがこの速乾性で、濡れても吊るしておけばあっという間にパリッパリに乾いた状態になっているので、食器の水気をしっかり拭き取ってくれます。手ぬぐいの特徴として端が切りっぱなしになっています。これは汚れや水気が生地端にたまらないようにするためだそうで、嫌な匂いがすることもなく衛生的なので、一度タオルをやめて手ぬぐいを使い始めたらもう戻れなくなりました。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。今日は最後にこのチャンネルについて間違った情報を目にするようになったので訂正させてください。結論からお伝えすると、このチャンネルは私あやはれが一人で運営しているチャンネルです。私は広告モデルなどの経験もなく、もし私の画像が使われている広告があった場合、それは全て無断利用されているものになります。この家も当然撮影スタジオではなく、私が実際に住んでいるお家で、私のペースで撮影、編集して動画を投稿させていただいています。なので、たまに散らかってしまうところが映ってしまうこともあります。また私はある会社の一員として働かせていただいている側面もあり、その月の仕事量によって定期更新が難しい時もあります。そんな不安定なチャンネルにもかかわらず、いつも温かいコメントをくださる皆様には本当に感謝をしています。ありがとうございます。皆様からの温かいコメントを見るたびに、私は本当に幸せだなと、今日も一日頑張るかと活力をもらっています。これからもマイペースな更新にはなりますが、皆さんからいただくリクエストをベースに動画を作りたいと思っていますので、今後もダイエットレシピやそれ以外でもリクエストがあればコメントで教えてください。以上、あやはれでした。